はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはこちら。せーの、ドン。はい。グラタン・ドゥフィノワでございますね。で、こちらの郷土料理なんですけども、フランスの南東部。はい、こちらですね。はい。フランスの南東部に位置するアルプス山脈のね、麓にあります、アルプスの玄関口でもある場所でもございますよね。で、こちらの、今回ね、ご紹介する、グラタン・ドゥフィノワなんですけども、伝統的なドゥフィネ地方の、この厳格なね、やり方で、一度ご紹介して、で、後半のね、ちょっと専門的なところでは、実はこういうグラタンっていうのがこうなってるんですよみたいなところの、ちょっと専門的な解説も入れさせていただきます。ではね、早速、作り方の方をお見せいたしますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい。じゃあ材料の紹介です。こちらメイクインですね。で、北海道の黄金メイクインというものを用意しました。で、こちら牛乳と生クリーム。生クリームは 45% のものを用意してます。で、こちらニンニクですね。こすりつける用のニンニクになります。で、こちらバターですね。で、今回はこちらのね、グラタン皿使わせていただきます。で、こちらね、ドイツ製のリッターっていうね、皮むき器になりますね。私がすごい愛用しているものになります。で、よくあるこの突起のところなんですけども、これ目取るところになりますので、こうやってね、ちょっと目が残ってるところ、こうやってくるっとね、くり抜いてあげることができます。で、大体ね、気持ち厚めのところで、このサイズにちょっとカットしていきます。で、こんな感じで全部カットしましたら、次にこのね、ニンニクの方を、このグラタン皿に塗りつけていきます。こんな感じですね。しっかり塗りつけてください。で、そこに、このじゃがいもを並べていきます。全体にね、こう均等になるようにこう並べていってますね。で、こんな感じで並べていただければ OK です。で、ここでね、一旦塩をしていきます。このドゥフィノワですがはですね、しっかり塩は打った方がいいですね。で、ここで胡椒の方で、ナツメグ必ず入れてください。ちょっとね、材料紹介のところで入れてなかったんですけども、ナツメグは必ず使います。で、ここに牛乳と生クリーム入れていきます。全体にね、こう流し込むような感じのイメージで入れていってください。まず生クリームですね。で、牛乳。で、またですね、ここで、塩を軽く振ってあげてください。結構塩はしっかり振ってますね、全体的に。はい。で、それを180度のオーブンで、余熱なしのでですね。で、ちょっとバター入れて、だいたい30分から40分様子見ながらですね、まず30分180度で入れて、で、火が足りなければ、40分目、を入れるっていうようなイメージですね。で、これで上がりましたね。一回開けて様子見ます。で、見た感じまだ入ってないなっていう感じだったので、もう10分ちょっと追加で入れました。結果的に40分ぐらいは間違いなく入ってます。いい感じに焼き色がついてきましたね。こんな感じですね。ではこちらがグラタン・ドゥフィノワでございます。いかがでございますでしょうか。
では実食です。ホクホクだな。柔らかい。よし。これね、すごいシンプルな材料でね作り上げるのがこの郷土料理の、ドゥフィノワになりますね。で、本当にシンプルな味わいで、添え野菜としてすごい人気な理由がやっぱりこのシンプルにねこの味付けされてるっていうところと、やっぱりその主役になるメインの料理の引き立て役としてはもう最高にね付け合わせとして使いやすい、合わせやすいっていう料理になりますね。はい。ではね、こちらがちょっと郷土料理バージョンになるんですけども、ちょっとねレストランバージョンの方も今度ちょっと作ってみましょうか。はい。はい、では材料紹介です。同じくね、メイクインになります。で、牛乳と生クリーム同じく使用します。で、こちらニンニク、これは刻んで、圧にします。でアンチョビのペーストを使います。で、ナツメグですね。でタイムを使っていきます。で、じゃがいもはこんな感じでスライスしましたらこちらのね鍋の方に放り込みまして、で、生クリームと牛乳を入れていきます。まず生クリームですね。で、牛乳入れていくんですけども、だいたい浸るぐらいが理想ですね。まず浸るぐらいまで入れてあげて、で、ここでアンチョビのペースト入れてあげます。で、胡椒しっかり打ってあげて、で、ナツメグ入れます。で、タイムここで入れちゃいます。で、ニンニクですね。刻んだニンニクを特に炒めることなくそのまま入れちゃいます。で、こんな感じですね。で、それを火にかけていきます。で、沸騰したら大体3分ぐらい火を入れていくんですけども、この時に、軽くね優しくかき混ぜてあげて、で3分煮立たせてあげます。でこれ何をしてるかというと、このじゃがいもの表面にあるでんぷんをこの牛乳の方に移し込むっていう作業になりますね。ですのでじゃがいもに完全に火入れるっていうことはしません。入れてしまうとこれから組み上げるときにボロボロになってしまうので、ある程度の硬さは必要なので、だいたい3分ぐらいででんぷんを落とすだけの作業という形ですね。でこんな感じで、抜き型の方にしっかりね詰め込みました。こんな感じですね。で少しちょっと山盛りにしてます。こんな感じですね。はい。で、その汁をですねこれからしっかり詰めていきます。だいたい半分ぐらいの量になるまでしっかり煮詰めていきます。でここででんぷんをですねのり化させて、しっかりしたねのりにさせるために今煮詰めています。で味もねここで塩を入れて、しっかりね味も決めちゃって OK です。で、煮詰めて、こしたものがこちらにあります。しっかりしたね濃度がついております。で、それをこの抜き型の方に、流し込んでいって決着剤としてね使っていきます。で、こちらの方にもね味がしっかりね染み込んでおりますので、全体的にね、この塩気がある美味しいドゥフィノワがここで出来上がるっていうところですね。ではこれを焼いていきます。これも同じく180度余熱なしでですね、180度で30分ぐらいまず入れて、で火がまだ弱いなと思えば追加で10分ごとに入れていって完全に火を入れていきます。こんな感じですね。
で、それにですね、クッキングペーパーちょっと敷きまして、で、同じね、抜き型のこの板を乗せて、で、その上にこう、水を入れたね、缶を置いて、で、これでだいたい3時間ぐらい冷やしたものになりますね。そうすると、しっかりね、決着されて落ち着きますので、はい。で、それを今から抜いていきます。こんな感じですね。で、スッと抜けますので、で、それを型で抜いたのがこちらになります。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。グラタン・ドゥ・フィノワでございました。ではね、ここからはちょっとね、専門的なお話をさせてください。で、まずこちらね、伝統的なグラタン・ドゥ・フィノワ、基本的には牛乳と、あと、じゃがいも、この2つで作り上げるのが、伝統的なグラタン・ドゥ・フィノワですね。で、まず、牛乳なんですけども、日本のレシピの中で、非常に多い内容として、牛乳と生クリームを半々で割るっていう内容のものが非常に多いと思います。で、それの理由なんですけども、こちらドゥフィネ地方の方の牛乳というのが濃度が高いものが非常に多いんですね。で、それを再現しようとすると、日本の牛乳に、生クリームを足してだいたいちょうどいいような近いような濃度になるということで、そのような手法が取られてるっていうのがまず1点ですね。で、じゃがいもなんですけども、フランスのこちらのドゥフィネの方のじゃがいものは、モナリザとかですね、あとシャルロットっていう品種の方を使ってます。はい。どちらもですね、煮崩れしづらい、品種なんですけども、こちら日本国内で扱うことができません。というのが、フランスのじゃがいもをですね、国外に輸出するっていうことが基本的に禁止にされてます。もちろん加工して、加熱加工をしたものにおいてはOK なんですけども、生のじゃがいもは基本ダメなんですよね。で、そういうこともありまして、じゃあ日本で再現するときどうすればいいかってなったときに、メイクイン、煮崩れしづらいメイクインに白羽の矢が立ったっていう歴史的な背景があったりします。はい。ですので、こういった形で、ドゥフィノワというのがこう広まっていくんですけども、おそらくこう料理人の方々とかですね、ちょっとこうドゥフィノワをかじったことある人からすると、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよと。自分は確かにドゥフィノワで教わってて、チーズ振りかけてますし、自分の知ってるレシピだと玉ねぎ炒めたりとかベーコンも入ってましたとかいろいろあると思います。で、それの原因がこのドゥフィネ地方に隣接するこのサボア地方というところがありまして、そちらの方にですね、グラタンサボアヤールっていう、郷土料理があります。はい、こちらも伝統的な郷土料理なんですけども、そちらの方がですね、チーズの方を上に振りかけてこう焼き上げるっていうような流れになりますので、おそらくですね、これらをこう表現していくときに、こうドゥフィネ、グラタン・ドゥ・フィノワで一括りにされてしまって、こうレシピ伝承されてしまってるっていうような流れが多分おそらく日本にあるのではないのかなと、確定ではないんですけども、私見る限りそうじゃないかなっていう予想ができるっていうところですよね。ですので、教わってるドゥ・フィノワに関して、いや自分は教わってるのチーズ入れてんだけどなとかってはなるんですけども、実は蓋を開けてみると伝統的なドゥ・フィノワに関してはチーズは振らないで、牛乳とじゃがいもだけっていうものが基本的にこのグラタン・ドゥ・フィノワの伝統的な作り方のものになります。はい。で、ここからはね、レストランのこのドゥ・フィノワの解釈になってくるんですけども、確かにですね、グラタン・ドゥ・フィノワ素朴で美味しい、付け合わせとしてもね、非常に優秀なものになってくるんですけども、こういろいろね、コース料理の流れの中で、いろいろこのシェフが味の表現をしていくときに、どうしてもこのソース、ガルニチュール、そしてメイン、この3つのバランスを考えていくときに、このガルニチュールの弱さがやっぱり際立ってしまう時があるんですよね。で、その時に、何か一つエッセンスを加えようっていう時に、私だったら魚料理のドゥ・フィノワだったらアンチョビを入れますし、肉料理のドゥ・フィノワでしたらプティサレを軽くね刻んで、それをじっくり炒めて、でそのエキスをこの牛乳の中に放り込んでいってドゥ・フィノワを仕上げるっていうことはやります。はい。
そういったところで、こういろんなね、こうシェフの方々のいろいろなこう考えが出てきた中でこう変革していってで、様々な表現が生まれていくっていうところなんですよね。ですのであそこのお店で食べた時のドゥフィノワはこういう形だったのに、なんでこっちの方で食べたものってこうなんかちょっと形違うんだろうとか味が違うんだろうとかっていうちょっと混乱が出てしまうのがあったりするのが、このコース料理の、フランス料理でねよくあるちょっとフランス料理って難しいよなって言われちゃうところなんですよね。でここは若手のねフランス料理をこう道を進んでいる若い子たちでも同じ現象が起きていてなんでこのあちらの店ではこういうドゥフィノワ作るのにこっちではこういうドゥフィノワなんですかって言った時にまずは郷土料理を知った上で、行けばそういった迷いがなくなるからまず勉強するんだったら全体的にね郷土料理を覚えてで古典のクラシックの方を覚えていけば、まずねフランス料理の、全体的なこう図がね見えてくるのでそうするとこういろんなねシェフたちの考え方とかどういうエスプリそういうのを、エスプリって言うんですけどもエスプリのもとで、こう料理を仕上げていっているのかっていうのが分かるよっていうことを伝えたりとかしてます。はい。はい、ということでね、このグラタン・ドゥフィノワ郷土料理、ですよね。この伝統的な郷土料理もともとはですね、農民食が強くて、こちらドゥフィネ地方非常にね寒い地域ですのでその冬をね過ごすための、高カロリーな食事として、特産品のこの牛乳濃度の高い牛乳とじゃがいもを使った、こうね、グラタン皿、鉄鍋にパーッとこうね並べて、放り込んで暖炉の上であとはほっといてゆっくりこう煮詰めていくっていうような流れから生まれた料理とも言われてます。はい。これがね、郷土料理のね、知っていく上で結構楽しい文化だったりとか、だったりしますので、なかなかね、私も勉強させていただく中で、楽しんで、フランスのね、郷土料理を見させていただいております。はい。ではね、また次の料理で、お会いしましょう。またね。バイバイ。